皆さんごきげんよう。だいぶ回を重ねてまいりました。ちょっと話がややこしくなってきているかもしれませんから、一度復習してみましょうか。遡って全体を考えてみましょうか。お釈迦様の世界観なんですけれども、我々生き物、特に人間ですねという生き物はさまざまな欲求充足、つまり自分の望みを叶えたいという強い欲求を持って生きております。でそれをよく言えば夢や希望なんですけれども、あれをしたい、これが欲しい、こういうふうになりたいというふうなさまざまな欲求を持って生きております。でそれが順調に進んでいる分には何も問題がないのですが、現実はなかなかそれを我々に許してくれない。例えば年を取って病気になって、あるいは災難が来て世の中が乱れて、いろんなことが起こって、ああしようこうしようと思っていたものが次々にそれが叶わない状態に、それが実現不可能な状態が我々にのしかかってくるわけですね。でそんな時私たちは救いを求めます。何かに救いを求める。でその時に例えばですね、外側に絶対的な神のようなものが存在し、その神に、お願いをする、祈るということによって我々はその神の力で、そういった本来的な、欲求の充足を叶えることができると、これが信じられるならば何も問題がないのですが、お釈迦様という人は、そういうものはないんだという確信を持ってしまった人なんですね。これは今の現代に生きている我々と非常によく似た立場なんです。で、特にバラモン教のいわゆる凡というものを否定したところに、仏教の立場がありますから、お釈迦様はそういった凡のような絶対的な存在というものはないという確信を持ってこの世界を見ていたわけです。そうしますと、自分の欲求充足の願望が叶わない、そして救いを求める時に求める対象が外にないということになってくるわけです。そうしますと、その苦しんでいる我々、救いを求めている我々はどこにその、苦しみから逃れる道を探したらよいかという問題に直面する。その時に釈迦が得た答えですね、回答は、自分の力で自分の心の内側を変えていくしかない。自分の価値観、世界観を変えることが唯一の苦しみから逃れる道だと、このように考えたわけです。でそこから当然仏教という宗教はどうやったら自分で自分の心を変えていくことができるのかというその道を探る方向へ進んでいく、当然のことですね。でそれでここ何回か申し上げてきましたけれども、その自分を変えるということの最終目標は世の中を正しく見ることによって、そして自分の心の在り方を正しく捕まえて把握することによって初めて我々は自分の心を正しく変えることができる。それを知恵というんです。その力をね、そのパワーのことを知恵と呼ぶ。でその知恵を我々が手に入れるためのスキルは何かというと、これは瞑想。もっと分かりやすく言えば、精神を集中するというこの働きによって初めてその知恵は手に入るんだということで、こうして瞑想から知恵という仏教のその活動の本質が見えてくるわけです。そして前回申しましたが、この、瞑想と知恵を実現するその前段階のステップとして、解というものがまた重要になってくるんだと申しました。この辺りで話が終わったですね。それで今日はその解について、少しお話をしたいと思います。解の意味ということなんですね。で解は前回申しました通り習慣性です。我々が特別にいちいち判断を下さなくっても、おのずから自然にその方向に我々が行動するような習慣づけ、これが解というものです。でその解のその意味ですね、それを修行者の場合と、それからそうでない一般の人の場合とで、実は仏教は違った説明をしております。これは何かと言いますと、先ほどから申してますように、
この世俗の中で幸せを求めたい、自分の夢や希望を叶えたいと思って、いわゆる世俗的に積極的な人生を送っている人たちと、それから仏教の教えというものをよりどころにし、釈迦の教えにすがって自分の心の苦しみを消したいと願う人たち、これは実は違う立場にいる人たちなんだと。そして大方の世間の人々は皆これは世俗の価値観で生きてますと。これは当たり前なんです。なぜかというと、我々は生まれた時、赤ん坊として生まれた時の本能として、まず世俗的な価値観を幸福と考えるように生まれているわけです。できてるわけです。だからそういった価値観がまず人間社会の全体を海のように覆っているわけ。大海のようにね。そしてその中に時々そこで生ききれない、その価値観では生きることが辛いんだと思う、そういうふうに思い至る人たちがその中から現れてくるわけですね。でその現れてくる人たちを救い上げるのが仏教なんだと。これはもう前も申し上げた通りです。ですからこの世の中には大きな海のような全体を囲うような形での世俗的な価値観の人々と、そこから離脱してそこで生きることができないという辛い思いを持っている一部の人たちという2種類があるので、その人たちの両方に対してお釈迦様は、自分の生き方の指針を与えるわけなんです。もちろんメインはですね、お釈迦様をすがってやってくるお弟子さんたちなんですけども、そのお弟子さんたち、いろんな方たちが出てくるその土台というか土壌には一般の価値観の世界があるわけで、そこと縁を切って仏教が生きていくことはできませんから、当然のことながら一般の人たちに対しても役立つ教えというものをお釈迦様はお説きになるわけです。ですからここに仏教という宗教のいわゆる二重構造が出てくるんですね。なんか二重構造というと裏表みたいに思われるかもしれませんが、そうじゃないんです。ベースがあって、その上に仏教を必要とする少数の人々が現れてくるという、そういうなんていうかな、構造になってるわけです。でも少数と言いましても、実は私がこうやってお話をしていると多くの方が聞いてくださっているようです。だから少数って言っても、実はこの辛い世界を辛いと考えて、この辛さから何とか逃れたいと願う人は実はたくさんおられるんですね。仏教とご縁がなくて、そういう人たちを救い上げるための宗教があるということを初めてお知りになる方もおられるかと思いますから、それはご縁ということなので、これをきっかけにまた、仏教というこういう教えもあるということをもう少し深くそうですね、追求していただく、求めていただくと、私も話をする甲斐があるというものですね。それでその苦しみを消したいと願う、本当に仏教の道を求めている人たちにとっての戒とは何かというと、戒というのはもちろんこれは良いことをするという習慣づけです。で良いことというのは逆に言うと悪いことをしないということですね。悪いことから身を遠ざけて、常にその悪から離れた行動を取り続けるという、これが戒です。でその場合、修行をする、修行っていうとあれですが、自分の心を変えたいと願う人にとっての戒の意味は何かっていうと、それは前回も言いましたけども、情へ、つまり精神を集中して自分を変えるというこの、仕事ですね。自分がやるべき、その目的に資するっていうのは役に立つ形での戒なんです。ですからそれは心が常に安定し、余計なところに気をとらわれることなく、自然にいつでも心が集中していくような状態に保つための手助けが戒です。ですからもう何も考えなくても体に良いこと、良い行いをするということが染みついていれば、いちいち何を考えなくても自然に良い行いをする。本人は何も意識しなくても実際の行動がそうなっていると、その状態でしたら楽々と自分の精神を集中させることができますね。そういう意味で修行の一環としての戒というものが出てくるわけです。これが前回申し上げました戒、定、へという3段階の第1ステップ
でこれが、山岳の一つ戒なんですね。でそれに対して一般の普通に、つまりもっと言うとさほど苦しみから逃れたいという切迫した状況にない人たちにとっての戒というのは何かというと、これは悪い行いをせず良い行いをしなさい、良い人として暮らしなさい、立派な人格のある人々から敬われる、そういう行為を常にやりなさい。そうすると必ずやその果報が来るだろうと。果報ですね。ご褒美です。将来その自分が今やっている良い行いに対して必ずや自分にとっては幸せが戻ってくるだろうと。だから良い行いを常に心がけて行いなさい。これが一般の人たちに向かってのお釈迦様の会のお話なんですね。ですからこれは言ってみれば我々が例えばあれですね、よく言うことで「情けは人のためならず」って言いますね。あれ本当の意味は情けは人のためならず回り回って己がため、つまり人に情け深い行為をするとその結果必ずその果報は自分に戻ってくるんだから、大いに情け深い慈悲深い行為をしなさいという話ですよね。今なんか間違って変な使われ方してるようですけれども、そういう教えなんです。ですからお釈迦様は同じ戒という概念を皆に説きますけれども、そこにはいわゆるお釈迦様のお弟子さんたちとそれから一般の人たちと両者に違った目的での戒というのを説いているわけなんですね。でここで話が、大変重要なところに入っていくんですが、そうすると仏教というのは本来的にお釈迦様の教えで自分を変えたいと願う人たちと、それとはまた別のその母体となる土壌となる一般の人たちとで2種類の違った、人々の社会の構造を想定していたのかということになるんですが、全くその通りなんですね。でそれをちょっとご紹介しましょう。これはですね、私なんかも仏教いろんなところで教えておりますけれども、そうするとよく言われることなんですが、仏教ってやっぱり哲学ですよねとかね、仏教ってすごく深い思想なんですねと、宗教というより哲学ですねという声をよく聞くんです。でそれはそうなんで、第一この私のこの YouTube のタイトルが仏教哲学の世界観というんで、哲学という言葉を使っているくらいですから、仏教に哲学があることは間違いないんです。でこの講座は私もともとはその仏教の哲学的な側面だけをお話しし紹介するという、そういうつもりで始めた講座なのでこんなタイトルになってるんです。しかしこんなそのコロナの状況もありまして、ここでは仏教全般についてお話をするということにちょっと方針を変えてますわね。それでそうしますとね、仏教全体を語るということになりますと、これはもう哲学思想といった領域を超えてしまうんです。でその理由は何かというのが、これが今言いました仏教というのは社会の二重構造を想定して、その中で、自分の立場を作っていく、そういう運動なんだ、組織なんだということなんですね。だから単なる思想哲学では済まないんです。思想哲学でしたら、例えばソクラテスが何言いましたとかね、カントがどうこうしたとか、そういったある一人の特定の人がこの世の中の真理を探り、そして我々にそれを伝えるという、これが哲学というものなんですね。ですから、カントさんがどんな生活をしていたとか、カントと他の周りの人たちの人間関係はどうだったかとか、そんなことはその思想そのものとは直接は関係しません。しかし仏教はそうじゃないんです。仏教というこの組織運動ですね、宗教的運動と言ってもいいけども、これは必ず社会の二重構造というものを想定し、その中で実際にその仏教のメンバーたちが生活をし暮らしていくという、その姿が仏教なんです。よろしいですか。でその生活の指針となるさまざまな原理原則の中には思想や哲学というものもありますけれども、
しかしそれで全てが終わるわけではないのであって、その思想や哲学に基づいてその人たちがどのような生き方をしているか、どのようなライフスタイルをとっているか、その全体像が実は仏教という宗教の本質なんですね。これは本質ですから、それなくして、例えば、仏教は何々の思想なんですとか、仏教から言えば、世界はこんなんですって口でいくら言っても、それは仏教のことを語っていることにはならないんです。仏教というのはその活動を見なければならない。人がどのように活動しているかというその姿全体が仏教を表しているということなんですね。よろしくございますか。それでその社会が2つに分けて言えば、それが一般社会と出家と言います。このお釈迦様の教えに従って、この苦しみを消したいと願い、そのためのライフスタイルを構築する人たちのことを、これを出家と言います。ですから仏教は必ず一般社会と出家社会の二重構造を想定し、その出家社会の在り方を規定していく、そういう運動なんだというふうに理解してください。でまた出家社会についてはこの後続けて、お話をします。ですから今まで十何回話してきましたけれども、これまでは仏教の基本的ないわゆる哲学的な理念に関わる部分側面を話してきましたが、これからはそこからさらに一歩進んで、仏教という宗教がどのような生活の形態、ライフスタイルを我々に提示しているのかという、そういう非常に具体的な話に入っていこうと思っております。じゃあ今日はこれで終わります。皆さんごきげんよう。